はい、皆様こんにちは、みえちゃんです。先に行く前にね、この前の動画でご視聴者様から教えられまして気づいたんですけれども、チャンネル登録者様が5000人を超えました。もう思いもよらないことで、初めはね、もう一人でも耳を傾けてくださればと思っていたので、もう本当にびっくりしゃっくりなんですけど、もう別に期待してなかったんですけどね、本当に皆様ありがとうございます。さてね、この間の「M ステ」が霞んできましたけれども、ハチ公がね、去年のパフォーマンス第一に輝き大喜びしたと思う間もなくですよ、今度はね「It Ain't Over」の MV が公開されまして、はい、果たして風さんはパンツを履いているのか履いてないのかがとても気になるこの MV なんですけれども、その映像のねシンプルで美しいことには本当にびっくりさせられましたよね。でゆっくりねその映像の感動を味わう暇もないくらい続いて、今回ねライブチケット先行予約の当選者発表がありましたね。当選された皆様本当におめでとうございます。相変わらずびっくり箱のような風沼界隈ですけれども、びっくりついでにねインスタにも TikTok にも風さんのメッセージが出ましたね。 If there's no sun, I'll be the one とね、もし太陽がないならわしが太陽になるよと。どうでしょうか、この言葉、このタイミングね。昨日当選して大喜びの方はもちろん、落選してがっかりした方にはことさらにこの言葉はジーンと染み込むんじゃないでしょうか。風さんはファンの心理をいつも見越して優しい言葉をかけてくれますよね。プレマウマのね年賀状もそうでしたけれども、この言葉は本当に愛と思いやりの塊です。落選してライブ会場に行かれなくても太陽の光はどこにでも届くように、風さんの愛のエネルギーはみんながどこにいようとも届きます。落選してがっかりね、心が暗くなってもわしがいつも太陽のようにそばにいるんじゃから大丈夫と言ってくれてるみたいです。そしてこの MV は It ain't over、 まだ終わりじゃないよって言うんですから、まだチャンスはあるんだよと言ってくれてるんですね。その通りこれからも公募がありますから、ライブチケットはまだ諦めるのは早すぎます。オフィシャルでの二次先行販売やプレイガイドなどでのね一般販売もあるでしょうし、公式トレード販売もあります。これから春にかけてそういった抽選が行われるはずですので、まだまだ終わりじゃないんですね。風さんはいつも言ってますけれどもね、無分別地ね、何やら難しい言葉を口走る私ですが、何の差別もない一つの世界にってことですね。そこに生きてますので、チケット販売もその世界にあります。ファンクラブに買い占められることもないし、高く転売されることもない。そして金に物を言わせて座る VIP 席もない。あるのは温かいハート席と、こんな具合でしてね、徹底して平等性を貫いています。それもこれも全てはお父様から受け継いだ、そして古いインドの教えから学んだ、全ては一つ、僕らはみんな等しく光っているという強い愛の信念から来てるんですね。そこで思い出すのが今回のこの It Ain't Over の MV ですよ。はい、この曲についてのね感想はすでに動画を上げさせていただいているのでね、よろしかったらそちらも参考になさってください。まずびっくりするのはこの MV のシンプルさですよね。原材料は海と風さんと愛用のサックスだけ、これ以上できないくらい削ってます。そして最後に制作者のクレジットの名前が出ないので、おそらく風さんと身内のスタッフあたりで制作されたものではないかと推察されます。私がね尊敬してやまない音極道さんというね YouTuber の方がいらっしゃるんですけれどもね、ご存知の方多いと思いますけれども、ピアニストでもあり音楽のスーパースペシャリストです。その方もねおっしゃってましたけれども、藤井風さんはこれほど有名人になられてもご自身はサラリーマン並みの報酬しかいただいてないようです。
なぜならね、例えばこういう MV 制作などにもね莫大なお金を使わなくてはならないからっていうのもね理由の一つらしいんですよ。海外でねミュージックビデオ制作した I Need You Back とかね Love Like This なんか相当な出費だったんじゃないでしょうか。もう何千万どころかねひょっとしたら億単位かもしれませんけれども、そのあたりは音極堂さんの動画を参考にしてください。リンク貼っておきますね。感動しますよ。そこへ行くとね、今回の MV 素材は少なめですけれども、生身の藤井風の輝くようなお体と海というこれ以上ないくらいの究極の上質の素材でございますよ。はい。素材が良くないとね目も当てられないシンプルさなんですけれどもね、本マグロのお刺身みたいにね、この最上級の贅沢な原材料が本当に生きている、いつまでも見ていたい映像となっております。そしてねこれ見てねどうしても思っちゃうのがね、神々しいなっていう感想ですよね。光る海と光る風さんの体がね神々しい。はい、風さんは天使とかねブッダだとかね、私は菩薩みたいとかかつて言いましたけれども、どうしてもそう見えてしまうのは仕方ないです。それもね条件付けなんですけれどもね、でもねここですごく大事なことは、風さんがブッダなら私たち一人一人がブッダなんですよ。風さんが菩薩なら私たちも菩薩なんです。何の差もないんです。それが一つであるということなんですね。風さんだけをね神格化するのはね結構危険なことなんですよ。例えばね、仏教はブッダが作ったものじゃないんですね。ブッダを崇めた弟子たちが作ったんですよ。同じくキリスト教もねイエスが作ったんじゃなくて弟子が作ったもんですよね。そこから宗教っていうものが生まれて、そこにだんだんにねどうしても対立が生まれて上下関係ができてしまって、下手すりゃ宗教は腐敗していきます。はい、一人の人をね神格化するっていうのはね、例えばオウム事件であったりね、ヒトラーみたいな人を生み出す可能性も否定できないんですね。はい、ですからね、私たちはみんな一つのものの変形なんですよ。同じものなんですね。だからそこには上下もいい悪いも勝ちも負けもね一切ないんですよ。みんなそれぞれ個性がありますが、みんな神なんですね。プレーマであなたは神だし私も神と歌っている通りなんです。うちのねご意見番が好きな金子みすずっていう詩人がいましたけれどもね、みんな違ってみんないいっていうね詩がありますけれども、その通りなんです。そしてここで皆さんお気づきだと思いますけれどもね、このプレーマのアルバムの MV にはね海が結構登場しますよね。このキャスケートガールのね動画でも出てきましたね。ホテルの壁にかけられたこのね海の絵がありました。そして Love Like This でもね最後はワンネスの海でしたね。はい、そしてプレーマでは海じゃないけど川、はい、どっちも同じことです。そうですよ。いつもね同じことばっかり言っててね、皆さんのお耳はタコだらけだと思いますけれども、海や川から生まれた泡や波が個人個人の私たちでも、本当の私たちは海そのもの、川そのものなんですね。すべては一つ、みんなもともとは海という大きな存在、そこから生まれた一つ一つの泡のようなものだから、形やね泡でいる時間は違ってももともとの海や川であることには変わりはない。たかがね泡同士でね、俺はブッダだから偉いんだとかね、こっちの海はダメであっちのこっちの泡はダメでね、あっちの泡の方が優れてるなんて言いませんよね。泡は泡で水という同じものですね。このね動画のこのすっぽんぽんのね風さんのように、みんな本来何にも余計なものは持たずに生まれていて、上も下もなく同じものなんですね。ですからどこにいようとも全ては一つで一緒です。そのことを嫌でも思い出させられる今回のこのミュージックビデオでした。ところでね、私事に移らせていただきますけれども、今回私はご意見番と手分けしてね合計4箇所を申し込みました。はい、
ご意見番はプレプレマのライブで福井と、広島、私は東京と大阪に申し込みをしました。でね、こう言うと皆さん変に思われるかもしれませんけれども、正直に言いますと今回の応募がすごく面倒くさかったんです。はい、この最速選考っていうのがね初めての経験だしね、会員登録とかね同行者登録とかいろいろ複雑でね、お年頃には結構皆さん苦労なさった方も多いんじゃないでしょうかね。私の中ではね去年のたまわりライブでねもう十分いただきましたのね、もう完結してしまった感がありまして、一目風さんを見られたからもういいやっていうね気持ちがあったのと、あとこれはね嘘偽りない告白なんですけれども、こう思ってたんですよ。もし全部当たったらどうしようトレードとかめんどくさいしなんてね、結構そっちの心配してまして、はい、もうね全部当たったらクレカで引き落とされちゃうしね、売らないといけないし、トレードなんかどうやってやるのとかね調べなくちゃとかめんどくさくてね、もう応募もね嫌々ながらやってたんですよ。はい、ご意見番はね広島にいい友達がいるのでね、行くなら広島がいいかもねとか軽く思ったりね、あとやっぱりね私は東京が懐かしいからね、東京ならとぼんやりは思ってはいたんですけれどもね、さほどね絶対行きたいっていう感じじゃなかったんですよ。そして何よりね複数当たったらどうしようっていうね恐怖感の方が強かったんですよ。複数当たるってね今思えばね、どこまでねオプティミストにバカがつくんだってことなんですけど、でね結果なんですけれどもね、はい、実はね大阪が当たったんですよ。はい、一番望んでないとこだったんですけどね、大阪っていうとねはるか昔学生時代にね新幹線の車内販売のバイトなんかしてましてね、東京大阪を往復しながらね某有名ホテルの食品なんかをね販売するんですよ。でメイドさんみたいなね制服着てね、でいつかねプリンをねいっぱい乗せたお盆を持ってね販売してたんですけど、新幹線って結構揺れるからね、そのプリンをね一斉に床にぶちまけちゃったことあってね、大阪っていうとそのトラウマが蘇ってくるんですよ。あとはね落選しました。その時ね真っ先に思ったのがね、トレードしないで済んだってねほっとする思いだったんですよ。はい、嬉しいっていうよりねほっとしたんですね。でねだんだん嬉しさもね後から湧いてはきましたけれどもね、はい、そうなんですよ。こんなこと言ってね落選した方に申し訳ないかもしれませんけどね、やっぱりなーってね思ったことがありましてね、それはね私のこれは独断的経験談なんですが、どういうわけかね、私の場合ね望んでないと与えられることが多いんですね。今回も一番望んでないところが当たったんですけどね、でもしね当たらなかったとしてもがっかりはしないでね、そうかっていう感じだったでしょうしね、トレードの恐怖から解放されたってたかもしれないんですね。そうなんですよ。いつもね求めないと与えられるし、最後には全てうまくいくんですね。でこれは私だけかもしれないですけど、風さんもいつも言ってますよね。求めないと与えられるっていうよりね求めない方がね楽なんですよ。はい、これまで結構長く生きてきましたけど、求めても求めてもね与えられた試しがないことはもう散々経験してきましたんでね、嫌というほどね。ちょっとね暗い話になっちゃうけどね、極めつけの出来事はね主人が亡くなった時ね、そして愛する家族やねペットちゃんも亡くなった時ですね、その時に人間ってね自分の意思で生きてるんじゃないんだっていうことがねはっきり分かったんですね。自分なんていなかったんだと、ただねみんな何かね計り知れない力に動かされているんだと、自分の意思ではどうにもならないものなんだと、それ以来ねもう何もあまり望んだりね願ったりしなくなっちゃったんですよ。神社行ってもね願い事しないし、ただ何も望まずただね起こることを楽しむようになったんです。そうするとね不思議なことが起こるようになったんですよ。望まなければねそのまんまあるがままに生きられるしね、全てねなんか与えられるって分かっちゃったんですね。そして初めから望んでないからね
与えられなくてもどうってことないし楽ちんなんですよ。ただね、宝くじなんかだとね、ともすると無意識で願っちゃうんでだから未だに当たらないんですけどね。はい、いやこれは冗談ですけど、ただね、起こることに身を任せるって言いますかね、もう大きな存在にお任せですよ。風さんもね、そうしているようですね。そうすれば全てうまくいくということなんです。さっき言ったね、無分別地ね、そこにいるわけですよ。だから当選落選にね、もう何の差もないはずなんです。私みたいに初めから当たっても当たらなくてもどっちでもいいやっていうのもパーフェクトだし、どうぞ当たってください、一生に100度のお願いですってね、神様に祈って当選したのもね、パーフェクトなんですよ。もう願って願ってね、死ぬほどね、一目風さんを見たいっていう執念で応募したのに落選しちゃったのもパーフェクトな経験なんですね。その時のね、必死な思いやね、一生懸命目を凝らしてスマホの小さな字と格闘しながら申し込みをした、その一つ一つの体験そのものが尊いんです。落選の涙の一粒一粒がもう神の体験なんですね。そういう体験をするために私たちは生きてるんですねと私は思うんですよ。はい、だからね、今回も私の場合は大して望んでなかった大阪が当たってしまってね、それはそれで今頃になって嬉しさもやっと湧いてきたんですけれども、今私が言いたいのはね、外れてがっかりした人たちに何か言えるとしたらね、今はそのままでパーフェクトなんだと、外れて大正解なんだと、そのまま起きたことを受け止めていればね、最後には必ずうまくいくということしかね言えないんですけどね。それにね、ライブ行かなくてもね、風さんとはいつも一緒ですから、風さんの愛のエネルギーはみんなに届きますよ。ねえ、なんたって太陽の光ですから。またライブ配信あるかもしれないし、優しい YouTuber さんたちのシェア動画もあるでしょう。すでに言ったようにね、次回の応募チャンスもありますしね、何の慰めにもならないかもしれませんが、ただ風さんもそのことをよく知っているからインスタの言葉をシェアしたんだと思うんです。私が今回言えるのはこのくらいなんですが、いかがでしたでしょうか。皆さんはチケットゲットできましたか。それとも今回は見送りだったでしょうか。よろしければコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは風さんの音楽活動を通じて伝わってくる深い愛のエネルギーを共に深く味わいながら毎日を楽しく送れるコツをシェアしています。なんだかうさんくさいけどほんの少し気持ちが軽くなったかもってな方はね、騙されたと思ってチャンネル登録をしても損はさせません。それでは最後までご視聴くださったお心の深い方、本当にありがとうございました。それではこの次まで、さようなら。